ご視聴いただきありがとうございます。いざよいです。大海原を進むと印象的な光景に出会いました。それはどんな光景でしたか？ ABC よりお選びください。なお、リーディングの最後に8月15日土曜日のイベントのお知らせがありますので、よろしければそちらもご覧ください。はい、では A をお選びの方、A の奇跡をお選びの方、大海原での出会いがありました。それはどういう出会いでしたか？現状を教えてください。これかな、はい、トランスポーテーション、トランスポーテーション、ちょっと読めませんね。はい。モンクオアヌン。はい。ちょっと難しいカードが出ましたね。はい、では気持ちを、はい、気持ち、はい。チャイルド・オブ・ザ・コスモス。あ、何か飛び込みますか？ああ、なるほど。目に飛び込んでますね。ジャンプイン、ジャンプイン。最近自分の周りで目の不調を訴える方が多くて、ちょっと気になっています。ちょっと猫さんも目の調子が良くなくて、ちょっとびっくりしました。自分もそうなんですけど、ちょっと周りに目を病んでる人がすごく多い気がします。はい、ちょっと後ほどまとめて解説しますので、目の手術をしたような展開ですね。新しい自分の目を取り替えた感じですね。その水晶体とか、ちょっと白内障、緑内障がやっぱり年齢とともに多くなってくるので、そういう部分が出ている感じがします。何かアドバイスあれば。はい。コンフリクト、サバトが出ましたね。サバト。はい。デビルのカードにも見えますけど、サバトですかね。はい、瞑想。はい。さばかれている。目玉にダイブしてますよね。目玉にダイブして新しい場所に降り立っている。どういう、あ、また目ですね。なんでしょう、目ですね。目、ソウル。あ、何か最近目の手術をしたんですかね。ちょっとこれは出ませんね。はい。はい。ハイヤーセルフ。はい。
マ、はい。ロマンス、はい。ロマンス、はい。ロマンス17番、はい。では一旦ちょっとこれで読み取ります。トランスポーテーション、トランスポーテーション、過去の旅、ムンクオアヌーン、オーソリティフィガーズ、難しいですね。裁判、何か裁判をした経験があるんですかね。祈り、過去に、これ多分これちょっと過去からの旅というように、本当直感で読むと過去からの旅というふうに見えます。で、過去にですね、何か裁判を争い事をしたことがある、法廷で何か争ったことがある方、私好きなリーディングの方にもそういう方いらっしゃるんですけど、もしかしたらそういう経緯がある方、ちょっとうちの家系にもそういう方はいらっしゃいますけども、意外とその裁判って身近にあって、そういう過去に何か裁判のようなものを経験したことがある方で、そこにですね、何か償いのようなものが出ています。過去のその争った経緯をちょっと悔やんでいるような気持ちがここに現れています。で、これが奇跡を選んだ方であると、その過去の自分のそこまでやらなくてもよかったのかなというような悔いのような、悔やんでるような後悔が少し見て取れます。で、それは、今幸せになっているからこそ、心が、昔若い時って心が狭かったり視野が狭かったりするので、今思えばそこまでではなかったのかもしれないなというおおらかな気持ちが出てきています。所詮人との違いは一つのものの分岐した姿でしかないのに、どうしてそんなに意地を張ってしまったんだろうというような気持ちがここに現れているんですが、これ目玉に何か突っ込んでいて、そこから新しい世界に入っていくので、A さんにとって目というのはちょっと一つのちょっとキーポイントになっているようですね。何か目の手術か何かをなさって水晶体をちょっと取り替えたのか、何かそういう新しい目の、コンタクトレンズかな、そういう何か目に関することがすごく出てますね。これもちょっと目のその水晶体、見えるもののところを表しているようにちょっと私には見えてしまいます。で、ここにサバトと、この瞑想している方がいらっしゃって、ロマンスがちょっと分かんないんだよな。ソウル、魂、今 A さんは瞑想をしているおかげもあってか、体のバランスがすごく取れているんですけど、目だけちょっと注意の、今更注意もないんですけど、ちょっと目の手術、目に関することがちょっと気になりますね。この目について教えてもらえますか、少し。この目何でしょう。糖尿病の予備軍もちょっと目に来ることってあるのかもしれないんですけど、ちょっとその辺も出てるのかなという気もしますね。でもそれはないのかな。はい、満たされてますね。はい、満たされてます。今 A さんはすごく落ち着いてますね。やっぱりなんか目が鍵ですね。お目目大切にですかね。
目に関すること。脳幹の逆位置か。人工のもの、通過点、目に関すること、ソウル。ちょっと解説書を読ませてください。ちょっとこれちょっと読ませてください。はい。これちょっとまず正位置でご案内します。一部だけ抜粋します。修道士、修道女。このカードはあなたが過去世で修道士や修道女として過ごしたことを示しています。つまりあなたは孤独と規律と霊的な献身の人生を生きてきたという意味です。今世では他人から孤立して生きる傾向があることに気づいているでしょう。きっと一人でいる時が一番心地よいと感じているはずです。世間の人はあなたに修道士や修道女のイメージを感じているかもしれません。もしこのパターンが人間関係の邪魔をしているなら、前世治療の専門家に相談することを考えてください。なるほど。さらに修道士や修道女としての誓いがあなたの人間関係や仕事などの妨げとなっている可能性もあります。その誓いをやめない限り、それは時間を超えて延々と引き継がれるでしょう。例えばあなたが製品の誓いを立てたなら、今世で経済的不安につきまとわれます。過去の誓いが純潔を守ることなら、現在の恋愛生活に影響を及ぼします。もし無視の生活を誓っていたなら、自分には豊かさを享受する資格がないと感じたり、豊かさを恐れたりしているでしょう。はあ、なるほど。大抵の場合、これらの誓いをやめるには、その誓いの記憶を表面化するだけで十分です。はあ、意識的にはっきりとやめるというものが逆位置に出ているということは、それをまだその誓いを守っている状態が続いているということですね。これ自分にもちょっと言えるので、ちょっと何ともあれなんですけど、だからここにロマンスが出ているんですね。そういうことか。結構ストイックな生き方をしていて、その瞑想もなさっていて、その悪の誘いですとか、そういう欲望というものに自分を律することで、ここに境界線をはっきりと引いてきたんですが、それがですね、ちょっと内面にあるちょっと恋をしたいわとか、ちょっと新しい出会い、新しいときめきなどをちょっとあってもいいのかなという気持ちが湧いてきているのは、ここでちょっと葛藤がちょっとだけあるようで、過去のあんまり恋愛、異性に対してあんまりいい思い出がなくて、次の出会いに踏み切れないような気持ちがあるんですけど、若干ですね、なんかそういうのもないとつまんないなというようなちょっとした気持ちが、ここ面白いんですけど、つながってミヨミヨミヨってここにヒューマーとあって、人間肉体を持っていると、これ精神だとするとやっぱ肉体がそういう相手を求めたりとか、人とつながりを求めたりということは自然にやっぱり起きてくるんだと思うんですね。いくら、瞑想して心と魂を整えたとしても、肉体を持っている限りはそういうものにリビドーだったりなんだりという自然な、衝動本能に乱されることってあるんだと思うんですけど、それが激しくなくてですね、穏やかにちょっとだけ人生に彩りが欲しいなということで、少しときめくようなことがちょっと A さんに訪れる予兆が現れてます。でちょっとお目目注意とこの恋愛についての、いい暗示がちょっと1枚出てますので、引き続きタロットカードで詳しく見させていただきます。お楽しみください。はい、では A の奇跡をお選びの方、はい、ちょっとこれが出過ぎです。先ほど
ちょっとアドバイスがあれば、ハングドマンの逆位置、はい、いいですね。はい、先ほどちょっと解説書を個人的にちょっと見てみたところ、アトランティスに行くみたいですね。A さんの行く先アトランティスになりそうです。奇跡を選んだ方は行く先アトランティスになりそうです。トランス何でしたっけね、機関車が書いてあるカードがアトランティスに記憶があるということが書いてあったので、アトランティスの奇跡の可能性があります。はい、A さんにアドバイスお願いします。恋愛をちょっとしてみたいなという気持ちがあります。はい、はい、これは何でしょう。ナイト・オブ・ペンタクルス。ちょっとこれはこちらですかね。ちょっとですね、今ジャンピングちょっと手からこぼれ落ちたカードをちょっと参考にここに展開するまでもないんですが、あれ多分過去のことじゃないかなと思うんですけど、ちょっとこれ本当直感で、これも直感で読ませていただくと、 A さんがもし女性の方であれば、あれですね、結構表になる方じゃないかなと思います。この方も素敵なんですよね。でいっぱい割と恋愛表になる方で、恋愛が結構上手なところが、気持ちが多いというか、でそんなに悪い縁でもなくて、ちょっと最初の方はあんまり良くなかったかもしれないんですけど、結構ですね、天使の方もそんな A さんに、恋愛のチャンスを何回か送ってきたことがあるような過去があるのかなとお見受けします。で一人ですね、ナイト・オブ・ペンタクルですので、ちょっとお金持ちなのかお金がある人なのか、お金がここにやっぱり書いてあって、で本なんかも持っちゃっているので、非常に博識で、立派な方がいらっしゃったんでしょうけど、この方とはちょっとうまくいかなかったのかなというカードがさっきちょっと出まして、でこれが面白いんですけど、ここがちょっと過去に私には見えて、でこれがこの人の未来に見えるんですね。そういう一度うまくいかなかった人が年を取って、この持っているものがお金と本ではなくてカップになっているんですね。こういうものを追い求めている時期、栄光ですとか栄誉ですとか名誉ですとか、そういうものを追い求めている時期のこの方と、年を取ってから愛情を手にしている、この方で、少し時がこの方を変化させている様が出ています。でこれがですね、そのたくさんの恋愛のチャンスがある A さんなんですが、心のどこかでこの人への思いがまだちょっと引っかかっているみたいで、それが足かせになってうまく羽ばたけない様子が出ています。ですがこれを逆手にとって、あなた様はあなた様が思う幸せに向かってちゃんと歩っていいんだよという優しい許可がカードから現れています。でそれは A さんを見守るこのエンペラーも、それを推奨していて、あなた様には幸せになってもらいたいと、この方のご家族かご先祖様かこの方の親族が、そのように思っているように私には見えます。やはりですね、こういう方というのはご家族の中、親戚の中でも割とうすうすああいう人だなというのが分かっていると、やはりそれを他人様に迷惑かけたなと思ってそこに罪悪感を持っている親戚というのも必ずいらっしゃると思うんですね。なのでここに、その代わりに A さんにはたくさんの恋のチャンス、新しい出会いを、送っていますので、どうかそれを掴んで A さんらしい幸せな、家庭、幸せな、
状態をなんとか作り上げてください。でそれに対してもお金に困るようなことはないので、ここで育ててる子どもも立派になりますし、非常にですねここからの流れが非常にいいんですね。でその恋愛に賑やかだった A さんもそのうち年を取りまして、子どもたちは立派になって大きくなっていくという、まるでちょっと絵に描いたような、物語的なシンデレラストーリーがここに現れています。でおそらくキーポイントになるのは過去のその引っかかってしまう人への対応ですね。心の整理というか。でこれ恨んだり憎んだりするわけではなくて、そういう思いって消えませんので、人生長く生きてるとそういう方への恨みつらみが生きるバイタリティになったりして、燃料になる時もたまにあります。ですがそこはとらわれずに、もうこの人にはこの人の人生があるんだということで、そこは許してあげると A さん自身が新しい関係性の構築に前向きになれるかもしれません。かもしれませんというのはやはりまだここでとらわれているからです。ここでまだ足が完全にツタにとらわれてしまっているので、ここでちょっと天使がですね解放してあげたらどうですかという提案を今、昔のお相手様に相談しているような状態が出ています。で最終的にペンタクルがすごくでっかいペンタクル出てますので、あんまりもうここから先は悩まなくてもいいんじゃないのかな。あ、ほらこれちょっとすごい、ほらこれブドウですからね。たわわな実りですよ。お子さんは立派になります。でここで守護霊のようになってますけど、もしかしたらあなた自身が年を取ってもうおばあちゃんも過ぎて、もうお孫ちゃんを見守れないぐらいの年を取ってしまった時に、この立派なお孫ちゃんの後ろでぼんやり何か一体ここにいるんですけど、このようにそのお孫ちゃんを助けていくような存在にゆくゆくなっていきますという、本当冗談みたいな物語の展開になりますが、大きな実りがやってきます。はい、ちょっと面白い展開ですね。でこれがですね、もしかすると、私さっき本編の方の流れからこの人過去の人という気持ちがあったんですけど、でもそうですね、そうですね、ちょっとそうですね、やっぱここは過去の人な感じがしますね。こことここはなんかちょっと別口に私には見えますね。お父様の可能性もありますかね。お父様かな。お父様っぽくもありますね。厳格な父が今はもう優しくなっていて、厳格な厳しい父はもういなくて、優しくて穏やかな父がそこにいるというようにも見えますね。ちょっと今回2種類の読みができるかもしれないんですが、A さんはあんまり心配しなくてもその恋愛のチャンス掴んでもいいと思います。これちゃんとしっかり掴んでますからね。それも人生かと思いますので、あんまりそこに悪縁の感じはないので、もしかするとそのハイヤーセルフが本編に出ていたのを見ると、ハイヤーセルフからの導きで、この方をこの世に生み出すための何か仕組みなのかもしれませんし、ハイヤーセルフからの計らいの可能性もあります。A さんは可能性をつかんでいいと思います。この人しっかりここに1個で、年取ってからもここに1個何か必ず手に持ってます。ここには お子様を1個1人なので A さんはちゃんとチャンスをつかんで前に進んでいく、気質がある方です。どうか自信を持ってチャンスをつかんでいってください。A さんのご活躍楽しみにしております。
はい、では B をお選びの方、 B の飛び魚をお選びの B さん、現状を教えてください。大海原で出会ったものが飛び魚でした。はい、パースケーション&インフイ読めませんね。なんかすごい人が出てきました。はい、ヘルス、はい、体、医学、はい、これはナイトウッド、なんでしょうね。戦いの人生、ちょっと現状なかなか複雑ですね。B さんかっこいいですね。多分女性であってもちょっと男勝りというか、かっこいい感じがしています。その戦いの中でちょっと今健康を害している可能性がありますね。潜在的にちょっと気持ちは B さん勇敢なところがお見受けします。ちょっと勇敢な道を進んでいく方、ですね。潮が引いた時に進むべき道をまっすぐ進んでいく B さんですね。これもまっすぐですね。こうまっすぐ、これもまっすぐ、これもまっすぐ、このナイトもまっすぐです。まっすぐ生きてきたんですね。スターアンシストン、読めないですね。読めませんと。後ほど解説を行いますので、ちょっと今は全部出しちゃう。はい、踊り出ました。はい、B さんのアドバイス。すごいガイド。B さんが迷わないようにたくさんのガイドがついています。 A さんが一人でいるような気持ちがありますが、B さんの、今 A さんって言いましたね。 B さんが進もうとしているこの迷路の後ろには、背後には B さんを応援してくれる方がたくさんいらっしゃいます。ここもちょっと孤独なチャレンジのように見えるんですが、この B さんを陰ながら応援してくれている方がいます。そして B さんが迷わないようにちゃんと導きを与えてくれている天使たちが揃っています。ちょっとこれはなかなか人数が多いですね。 B さんのその魔法のような、これ医学の象徴でもあるんですけど、ちょっと魔法の杖にも見えるので、ちょっと魔術的な同志的な魔導士のような姿になっているので、ちょっと B さん祈祷師とかそういうちょっと不思議な魔法使いのような要素があるのかなという気もしていて、でその B さんの魔法に対してすごく応援している方が、たくさんいます。羨ましいですね。私ももうちょっと応援されたいんですけど、面白い。これなかなかいいですね。これはなかなかものすごく勉強してる方ですね。すごい勉強家ですね。学びまくってますね。すごい。マインドもインテンション、もうすごく原理を学んでいますね。ちょっと伊達や水郷ではないぐらいの学びがあるようです。はい、なるほどね。はい、これ A さんにも出たカードなんですけど、 A さんとはちょっと違う意味合いで出ているように私は感じます。この B さんが蓄積をしている、吸収しているこの学びがですね、 B さんの先見の明になっているようです。それが、その迷っている人を導く助けになっていく可能性があります。はい、こちらですね。
ですね、すごい神秘的なカードばっかり出ます。なかなか精神性が高いカードが3枚続いています。これもセフィロトの木とちょっとマカバみたいなものが書かれていて、魂と体と魂をちゃんとすごい美しいですね。B さん精神性がめちゃめちゃ高くて、医学をやってる方ですかね。医療従事者の方、でも医療従事者の方がここまで魂に関してはどうなんだろう。逆にちょっとそこは宗教寄りなのかな。ものすごく精神性が高いですね。ソウル、そうですね。体と心、すごく細やかでめちゃめちゃ勉強してますね。これちょっと並大抵の勉強じゃないぐらいの勉強をしていらっしゃいます。もともと学ぶのが好きなんだと思うんですけど、だからこそこの波が引いた時にまっすぐ一直線に進んだり、ここの道中に余計なものがなかったり、この姿がかっこよかったり、潔い方ですね。その自分の学びが深いだけに非常に潔のいい人生を送ってきた様が出ています。すごいかっこいいですね。B さんの先見の明は先天的なものというよりは後天的にこの深い洞察、深い学びから得ている先見の明になります。はい、サレンダー。劇的だな。ちょっとこれ見えなくなっちゃいますね。サレンダー。ジョイも一緒に出しますか。プレセンスとジョイ。プレセンス。ちょっとここもちょっと読み取ります。これちょっと意外なものが出ましたね。そんなかっこいい B さんにちょっとあれですね、びっくりするようなことが、嬉しいことが起きそうですね。はい、では読み取ります。先ほど申し上げた非常にかっこいい生き様の B さん、自分のですね B さんが自分で必要だと思って行っている勉強努力というものは傍から見るとすごくかっこいいことです。ものすごく精神性って言っちゃいますね。精神性が高くて、ちょっと神々しいぐらいの輝きを放っています。で、例えるならいぶし銀みたいな感じで結構渋いんですね。渋い努力をなさっていて、でそれがまたここにもまたソウルが出ていて、マインドにソウルがここでまた出てるので、非常に人の心魂、心理構造か、なるほどね、心理的なところを掘り下げるのが非常に得意というか、なんでしょうね、興味があるんでしょうね。でその様が非常にかっこいいんですね。で周りにもそんなかっこいい生き方をしている B さんを応援している方がたくさんいらっしゃいます。でですね、そんな中で突然ですね、ちょっとしびれるような出会いがあります。で今回トビウオを選んでる B さんなので、トビウオも結構会うとちょっとときめくような魚ではありますので、トビウオだってわってちょっと嬉しくなる存在なんですけど、これ非常にこのトビウオが跳ねた瞬間のパッションのように B さんと非常に馬が合う出会いが、こんな人いるんだっていうことでパッと気が合うような人がちょっと現れるカードが出ています。
でそれがちょっと男性なのか女性なのかはわからないんですけど、 B さんの心が非常に解放されるような、そういう出会いになります。この出会いは非常にいいです。で今まで本当お勉強を熱心にしてきて、割と内にこもっていた B さんが非常に楽しくなっていきます。でこれまだ、正一ではないのは、まだちょっと楽しめていないの、勉強の段階からまだ抜け出せていない状態があるので、まだいまいち楽しめないんですけど、このカードがもう出ているということは、この出会いは B さんに楽しさですとか、ちょっとウキウキするような、童心に帰るような気持ちを与えてくれる存在になります。でちょっとだけ気になるのはこのナイトなんですね。ちょっとですね、このナイトちょっと読めないんですけど、ナイトまあいいや、ナイト騎士道、騎士道、騎士道だそうです。ご立派なわけですね。騎士は死ぬまで騎士です。あなたは心の奥にある騎士道を証明するものとしてこのカードを受け取りました。今世で男性であろうと女性であろうと、あなたには騎士の精神が宿っています。おそらく騎士の物語やイメージにずっと見せられてきたに違いありません。騎士の人形を収集したり、騎士に関連した工芸品を飾ったり、仮装パーティーで騎士の紛争をしたりしていることでしょう。なるほど。あなたは人間関係や仕事で弱い方や傷つきやすい方を守ろうとしているはずです。また守護者や庇護者の役割をするような仕事を選ぶでしょう。自分が心から信じている組織のために働くことが大切です。忠誠を誓う方か。なるほど、だからかっこいいんだ。やっぱり騎士はかっこいいですからね。じゃあものすごく強いですね。その騎士道の精神が、その文武両道というか、戦争いだけでは武士というものはやはりいけませんからね。教養と知識と教養も必要ですし、魂道に行ってるという感じですね。ちゃんと精神を分析して魂と体とは何かということを熱心に勉強している、その騎士道武士道を極めているような方、医学かなと思ったけど、やっぱりちょっと魔導士とかヒーラーのような感じがしますね。何か癒す、かっこいいですからね。魔導士、大魔導士みたいで、この姿も割と人に寄り添っている方で、迷いなくまっすぐこの先の道もまっすぐ進んでいくというものが出ています。でここにですね、エジプトのこのピラミッドとサレンダーが出てまして、これピラミッドって発電施設というか、ここに雷を落として中で放電、なんかエネルギー施設だという話もあるんですけど、そういうものだと考えると、ちょっとこの先ですね、ちょっと飛び魚のように鮮烈にパッと現れるような、ビビッと直感が感じるような出会いがちょっと控えています。それは結構なインパクトがあるようなので、ちょっとその出会いは B さんに喜びをもたらす出会いになりますので、大切になさっていただければ良いかなという、カードからのお知らせが来ています。ではちょっとこれタロットカードからもアドバイスをいただきますので、引き続きお楽しみください。はい、では B の飛び魚をお選びの B さんにアドバイスをお願いします。ハーミットの逆位置、何か出会いを、電撃的な出会いを控えているようなんですが、何かアドバイスがあればお願いします。10オブペンタクルスの逆、いいですね。やっぱりいい出会いですね。それはおそらくたくさん応援してくださっているハイヤーセルフからのプレゼントです。ジャッジメントが
このジャッジメントあんまりなんかあれですよね。まあいいけど、ラバス、あ、出会いはもしかすると異性の可能性もありますね。マジシャン、はあ、やっぱ魔導士だな。魔導士系だ。はい、ナインオブワンズ、あ、忙しいんですね今ね。なるほど。あ、ちょっとあれですね、ナイト・オブ・ソードか。ソードのナイト、ソードのナイト、キング・オブ・カップス、あ、なるほど、魔導士モテますね。B さんモテるんですけど、割と B さんのモテ方は2人の方に表になる全く逆のタイプの2人の間で揺れ動くことが多いような B さんの可能性があります。ですが B さんは魔導士のようで、本当に魔導士のような、ちょっと珍しい方なのか、B さんの心は常に1人に決まっています。ですが周りでですね、全くタイプの違う2種類の男性に割とアプローチをされたり好かれたりすることが多いようです。傾向としてそういうものが本編の方にもちょっと出ていたように思うので、でですね、そんな B さんですが、ちょっと今大変お忙しい時期に入っています。で結構一人で全てを担っていて、ちょっと苦労していて、ちょっと孤独なカードも出ているんですが、太陽が逆位置で出ています。で太陽の逆位置って象徴としては、この太陽のいいメッセージを逆に取ってしまうように出るんですが、ここに3が出ているということ時点でもうラッキーの方に寄っている状態が出ています。でハーミットの逆位置なので、今までですね、そのお勉強をものすごいしていた時期は、あんまり世に出ることなく潜んでいたような、忍んでコツコツと努力を陰でしてきたところを、そろそろお外に出してもいい時期なんですよという暗示にも見えます。でそれをですね、 B さんのその魔導士の状態を好ましいと思っている、この方ですね。ちょっとなんでしょうね、気に入っている方がそれをちょっと外に出てみたらということを B さんに提案しています。でこれはちょっとですね、昇天していく様なので、あんまりこのジャッジメントの絵柄としては私はあんまり好きではないんですけどでもこれその B さんが世に出ていくことによって救われる方もいるんですね。やはりですね、過去のカルマですとか、ずっと勉強だけしていても誰にもやはり披露しなければ、それはそれまでのその状態で、やっぱ外に発露されることで少しずつ誰かが共感してみたり、誰かがそういう考えもあるんだなと、ちょっとだけ狭くなっていた視野を広げたり、ですね、すごくいいですね。今回ね B さんの出会いはすごくいいです。で今日展開したカードの最初のカードがドルイド教のカードになるので、ドルイド教の、モチーフといえばこの四つ葉のクローバーなんですね。で私もそうなんですが、そのドルイド教だった過去をお持ちの方って、修道士とか修道女とか、そういう厳しい戒律のもとに生きてきた方がいるそうで、そういうそのドルイド系の人がタロットカードを扱ったりなんだりということが、もしかしたらお上手だったのかなというふうに私は想像しています。根拠はありませんので、全く違うことを言ってる可能性もあるんですけど、ちょっとそのように私は感じ取っています。潜在的に私四つ葉のクローバーがとても好きで、なんというチャーミングなモチーフなんだろうと思ってよく集めてましたね。でそれがですね、その B さんにとってもここで
やはり四つ葉のクローバーが出るというのは非常に象徴として素晴らしい。なので B さんはこれから大魔導士としてこれからも、ご自分の世界を広げていくために今回ですね出会う方というのは非常に B さんに幸運をもたらします。ぜひともそのチャンスをつかんでいただきたい。飛び魚のような出会いですね、まさに。で今までちょっと浮かばれなかった過去の自分、もしくは浮かばれなかった先祖の誰かというものが B さんが活躍することによって浮かばれていきます。やはりくすぶっているよりは思い切ってもう表現してしまってお外に出してみることで、動く現実、動く過去というものもありますね。賢明な B さんですね。すごく頭がいい。これちょっとよいしょしてるわけじゃないんですけど、本当に本編のこちらのこの辺にあった展開がすごく美しかったので、ものすごく頭がいい方ですね。これあんまりそこまで出ないんですけど、相当頭が良さそうな方ですね。で割と恋愛も得意なんですね。で恋愛が得意なだけに、一人に決めてるんです。だから恋愛がうまいと。これ一人に決めないと恋愛は下手なんですね。一人に決めた方がいた上でいろんな方に表になるというのは本当に恋愛の長けた人というか恋愛上手だなと思う方なんです。私が思うにこれは完全に私の個人の感想ですけど、やはりですね単純に優柔不断という方も結構出てくることはあるんですけど、 B さんに関してはもう自分の特定の方もいるし非常に表になるので、でペンタクルも申し分ないぐらいのペンタクルで、これがですねちょっと、浮気とかそういうことにならなければいいんですけど、多分そういうジャンルではないと思います。とにかくモテる。で今2人からモテてるんですが、もう一人ちょっと現れるのかなという天使がびっくりしてますんで、もしかしたらもう一人から求愛される可能性もある。求愛というかちょっと好かれる可能性がありそうですね。ですがその出会いはいい出会いになります。 B さんをますます、こういう知的好奇心の世界に、深みが増すような関係になりますので、この出会いは大切になさってください。はい、そのようにカードからアドバイスが出ています。 B さんのご活躍楽しみにしております。はい、では、もう一つの月をお選びの C さん、現状を教えてください。海での出会い、シップス、はい、船、帆船ですね。私ずっと補船って言ってたんですけど、帆船と読むんですね。補船と書いて帆船と読むんですね。日本語があんまりいい船ですね、これ。シップス、はいはい。リブリカ、なんか手作りのセル、これはちょっと2枚送りましょう。セルティック、ティピですね。ネイティブアメリカン。逆位置、ティピ。これはすごいですね。これもうパドルを作ったり、マストを張ったんですね。そういうことだな。マストを張りましたね。ムカデ船長からもらった方をマストを張ったんですね。張ったんですね。マスト張ったんだ。いやマストだ。すごいこのカード。
ちょっとやらせじゃないんですけど、あ、すごいですね。これマスト貼ったんですね。十字に組んでそこに砲貼って帆船にしましたね。あ、すごい。ちょっとこれは拍手を。 C さんマストを作りました。 C さんの船帆船です。すごい。こんな面白い展開ってあるかしら。すごい。このカードすごい。これ実は私がこのカードを始める一番最初に20年ぐらい前に購入したこのカードです。これ最初に買ったカードなんですけど、これだけしか持ってなかったんです。ここ2、3年でカードが一気に増えましたけど、その時はこのカードの使い方が全く分からなくて、何一つ読めませんでした。それがここ2、3年のこのカードに、はまってしまってから、これもちょっと今回初めて出してみたんですけど、まあすごい。なるほど。はい。いや、すごいですね。こんな物語に適しているとは思いませんでした。C さんは陰ながら、コツコツと物事を進めていくことが非常にお得意ですね。これもこれもこれも全部、背中を向けていて、光が当たっていない状態なんですが、水面下での努力がものすごくあるので、こう移動している距離が非常にこう、なんでしょうね、人よりも距離を稼いでいます。ウォーター・ユア・ガーデンか。カルミック・リレーションシップ。こんなカードあるんだ。人が出てる。人が書いてある。はあ、帆船にしたことでペガサスを手に入れているようなバランス。なるほど。帆船のバランスを取っていくんですね。あ、これまた出ましたか。B さんにも出たんですが C さんにも出てますね。あら、これヤギちゃんここに持ってるんですね。古典師、大天使たちに囲まれた古典師ですね。エンジェルがこれから先に進もうとする道は迷路なんですが、その迷路は、魔導士の迷路で、この迷路の道をこう行けばいいというわけではなく、この先の道は4つのエレメントに分かれています。で、この古天使がここで迷うことを、この周りの天使が、こうグッドラックと祈っているように見えがちですが、これは誰にも天使なので、天使の端くれなので、この天使がこの迷路の中で4つのエレメントの部屋をまんべんなくこうぐるぐる迷いながら、ここをこう行き来することで、この天使の、エッセンスがですね、この魔法陣の中で発揮されますので、バランスが取れてくるようになります。それがここのバランスなんですね。なので大いに迷ってください。大いに各部屋で大いに迷ってください。そうしますと世の中のバランスが取れてくるような不思議な整ってこう世の中が整ってくる、このカードとしては、それがこちらの言っているバランスなんですね。これ抱えているお馬さんもペガサスなので、みんな羽が生えています。これも羽が生えています。で、ウェルネスですので健康、C さんご自身も少しここをうろうろすることでいい運動にもなりますし、この4つのエレメントを行ったり来たりすることで、その場が整っていくということが C さんのお役目の一つだとすると、帆船を使って目的地までもうまっすぐ迷わず楽に行けるようにはなるんですが、ちょっといろいろ寄り道をしてもいいかもしれないですね。ここが非常に面白い。人よりもぐんぐん進みます。でもこれ次の世界がちょっと見えてるぐらいの移動は楽ですね。
はい、ここに輝く星がありまして、サバイバル。サバイバルか。ですね、今サバイバルのように生きていらっしゃる方もいらっしゃいますね。イチョウですね。やはり避難とかなんとかしてらっしゃると水の確保が難しいと、やっぱ胃腸にストレスもあって暑さもあって、マトリモニアセンション。これちょっと私の本当感覚で読むと結構私ネガティブな部分があるので、ネガティブリーディングにならないかとちょっと心配なんですが、それでちょっとなるべく解説書の方を、頼りにはしてたんですけど、ちょっとネガティブ、このカード初めて見たんです。なるべくネガティブリーディングにならないように心がけてはいるんですが、なかなかちょっと正直というか、ロマンス。なんか恋愛の要素が出てきましたね。 C さん。クリンシングなんでしょうね。お洗濯でしょうかね。色恋沙汰、アトラクション。刺激を求める方なんだ。なるほどね、そういうことか。刺激を求める方なんだ。意外にムカデ船長のお手伝いをした割に恋愛も結構お好きなんですね。ここでそのC さんがうろうろすることで場が整ってくると申し上げたんですが、それと別件でですね、ちょっと恋愛要素が現れました。でそれがちょっと何とも言えない縁なんですね。これ刺激がある恋で C さんは非常にそのお相手の方に翻弄されます。そのお相手の方がとてもなんでしょうね、女性の感情を扱うのがうまくて、その喜怒哀楽が激しい方で、 C さんは今まで冷静な、結構職人気質の C さんはその自分の感情を乱されるぐらいの手練手管を使われてしまうような相手が現れます。でうまく褒めたりけなしたり褒めたりけなしたりということを繰り返したりして、自分に気を持たせようとしてくる方がいます。で C さんは意外とそれに乗ってしまって、アトラクションのようにそのアップダウンがちょっと楽しくて、今までの職人気質の世界の中でそういうことをされてもあんまり気にしなかったんですけど、なぜかこの場をうろうろさせられる、宿命ですかね。これ運命と宿命だとすると、そういうお役目を担ってきているので、ここに入ることでそういうそのアップダウンの激しい恋愛にちょっと付き合わされてしまう前兆が出ています。でこれは選択肢は C さんにあるので、それを選ぶか選ばないかは C さんにかかっています。もしアップダウンが激しいような、そういうアトラクションのような刺激を求めている C さんの気持ちがあればそれに乗ってもいいでしょうし、やだやっぱり職人のように自分の世界をコツコツ紡いでいきたいわという方はちょっと胃腸が痛い思いをしているので、少しそこでパッと解放しても自分の気持ちを解放して抑圧されていたものをパッと
発散してもいいのかなとは思うんですけど、ちょっとですねその2択で悩んでいます。これもちょっと2択というか、こう2つを選ぶ、どちらかを選ぶという、ロマンスとクリーニングですので、なんか相反するものの中でちょっと悩んでいる様が未来に現れています。ですので、もともと結構 C さん好奇心も旺盛なのかもしれなくて、それで決めるのは C さんご自身になるので、その自分の中にそういうものが現れたら、あの時言っていたことかもなと想像してもらって、自分にはお役目があって、そのように例えば実際にお付き合いしたりなんだりしてこの方に翻弄される人生があったとしても、それは人生のエレメントの中の必要な部分というか、最初から仕掛けられているものの中をうろうろしているだけなので、そこにあまり罪悪感というか、これちょっと不倫とかそういうよこしまなことはちょっとまた話は別として、新しい出会いとしてそういうもので心が動かされるということは、人生の面白みの一部でもあるんだよというようなカードからの、お知らせが来ています。で、反戦に、C さんは船が昇格しています。ですので、今までが見習いだったものが、一人前になります。立派なペガサスを与えられているので、非常に大人の、一歩を踏み出しています。はい、では、タロットからもアドバイスをいただきますので、引き続きお楽しみください。はい、では C のもう一つの月をお選びの C さんにアドバイスをお願いします。ページオブワンズ、はい、出ました。テンオブペンタクルス、はい、出ました。ワールド出ましたね。はい、なんか女性が非常に多いです。クイーンオブペンタクルス、フォーオブワンズ、シックスオブペンタクルス。ちょっと C さん気をつけた方がいいかもしれないです。テンペランス、なるほど。はい、女性が多く出てます。ジャスティス、はい、やっと出ましたか。はい、ナイトオブペンタクルス、はい、わかりました。はい、では C さんにアドバイスをいただいたんですが、ですね、これもまた直感で、読ませていただきますと、ワールドがちょっと出たのが意外というか、先ほど本編で申し上げた C さんをときめかせるようなアップダウンが激しい方というのはやはり現れるようなんですね。で、ワールドが OK というゴーサインを出しているんですけど、その隣にですね、テンペランスとジャスティスが出ています。その方と恋愛関係になるというよりは、もしかすると推し活のようなものになる可能性もあります。なぜならばここで、C さん割とお金がある方で、割と人にたくさんお金を渡してしまうところがおごってしまうとか、割と人にプレゼントをしたりなんだりするのが好きな、要素が出ています。で、何か困った人がいると、放っておけなくて、そういう方にたくさんお金をお渡ししたりということが、割と昔からそういう気質があるようです。で、そこでですね、ちょっとその C さんのもともとのそのおおらかというか、その慈愛に満ちた気持ちというものをちょっと利用されてしまう可能性が出てきています。ですがここでワールドが出たので、
ということはだよ、何に気をつければいいんだろうと思ったら、 C さんはおそらく好きな人ができるとその人のために何かプレゼントしたりということがすごく好きな部分なので、それはそのままで節約をしながら、それをちょっとテンペランスでちょっと自制しながら、あまり上げすぎたりしないようにして、ちゃんと自分のお財布の中と自分の身の丈を考えながらバランスをとって関係性を築いていけば、その新しい出会いの方は小さな世界を非常に豊かにしてくれる、今まで知らなかったことをたくさん知っていて、学びも多かったりするような関係性に育っていく可能性があります。ただちょっと一つだけ気になったのが、もしかするとその出会った方で、これから出会おうとしている方には恋人もしくは奥様がいる可能性があります。彼女ちょっとですね、その男性の横に女性を感じます。何か妹の可能性もありますけど、それは実際にお会いした時に具体的にはっきりと聞いてみるといいと思います。探るような時間ももう人間ないかと思うんで、もう聞いてみたらいいと思います。既婚ですかというような、既婚もしくは彼女いますかというのをしっかり聞いて、妹さんの可能性もありますので、そこでちょっとこの5オブカップスで今までうまくいかない恋愛をたくさんしてきて、またそういう、ちょっとあんまり良くない男性、良くない女性に、ちょっとまた引っかかっちゃうのかなという部分もカードの心配として出ているんですが、 C さんは割と裕福な状態にあるので、そういう人もいないとも言い切れない部分があります。お金目的という可能性もありますし、その C さんが持っている人脈とか、影響力とかに引き寄せられている可能性もありますので、そこはしっかりと見極めて、ここは冷静な自分で、本編にもあったようにしっかりとジャッジをして、それが本当に自分にとって必要な関係なのか、それともそのアトラクションのようなアップダウンが、中毒性があってちょっと面白いのかとか、そういうものをしっかりと見極めて、ただやっぱここにですね、一人しっかりとした何か存在というんじゃないですか、何かいるんですね。その彼女がちょっとそこは気をつけて、その出会いは、ちょっとあまり飲まれずに冷静な C さんの賢明な部分を発揮して、ここを賢明なそのご先祖様が出てますんで、きっとそういう面だけではない C さんですので、ワールドが出ているんだと思うんですけど、その冷静ささえ保ってれば、この方とはいい関係が築けるようになりそうです。やっぱちょっとこれ妹か秘書とか何かそういう職場上の教え子とか、そういうなんでしょうね、娘かな、娘、ですね。ですのでこれ私から見るとなんか お似合いですもんね。これがやっぱ C さんに見えますんで、これは非常に似合ってますね。でこれだとちょっと愛人とか、もともとその何か兄弟、娘、そういった要素にも見えますので、そこはしっかりと確認しながら、駒を進めていっていただければなと思います。はい、では C さんのご活躍楽しみにしております。ワールド出てますんで、自信を持って進んでください。何か参考になれば幸いです。8月15日土曜日、トークネットホール仙台市民会館展示室にて、仙台ヒーリングミューズという癒しと占い体験イベントがあります。入場は無料で、アクセスはチラシの通り、ホームページなどをご覧ください。いざよいは占いで参加します。気になる方はぜひ足をお運びください。
会場でお待ちしております。本日使用したカードはこちらの6点です。最後までご視聴いただきありがとうございます。いいねやチャンネル登録、高評価など大変励みになっております。ありがとうございます。